通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、とある中国企業の話題になります。今回ですね、中国企業として知られておりますテンセントがアメリカにですね、中国軍に協力している企業のリストに入れられてしまったというんですね。このテンセントは以前もね、このチャンネルでお伝えしたんですが、UBI ソフトと買収についての話し合いを持っていると報じられておりまして、ご存知の方もね、多いんじゃないかなと思います。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、何か見えておりますが、今回ですね、この会社はですね、中でもゲーム会社として知られておりまして、売上高で言うとね、世界最大級となっています。この会社がですね、現在アメリカに中国軍に協力している企業の烙印を押されてしまったとして、大変話題になっております。これに関してはですね、ほんとすごいですよ。こちら CNN、こちら BBC になりますが、様々なメディアが一斉に報じておりまして、非常に注目度が高いんですね。ではまずこちら CNN 見ていきたいと思います。中国のハイテク企業を追加。Allegedly。中国軍と協力したとされる企業のリスト。ということで早速ですが、こちらですね。Allegedly とあります。こちらが本日のキーワードになります。Allegedly。違法、または間違ったことが行われたと言われているが、証明されていない場合に使用される。ということで、こちらの Allegedly というのは、伝えられたところによるという意味になります。これは副詞ですね。ですので、こちらの場合は、アメリカが中国のハイテク大手をリストに追加。そしてこれがなんでなの Allegedly。伝えられたところによると、中国軍に協力しているって言われてるみたいだよ。このように言われていますよ。というように言っているわけですね。ちょっとね、改めて見ていきますが、アメリカが中国軍と協力したとされる企業のリストに中国のハイテク大手を追加。米国防総省はソーシャルメディアとゲーム大手のテンセントと世界最大の電池メーカーの CATL を中国軍と協力しているとされる企業のリストに加えた。国防総省のリストに載っても直ちに制裁が課されるわけではないが、リストに挙げられた企業の評判に影響を及ぼし、特に米国での事業を展開したい場合には商業的発展を妨げる可能性がある。ということで今回ですね、こちらにありましたが、ゲーム会社としては最大大手になりますテンセントと電池メーカーの CATL、この2社が中国軍に協力しているという烙印を押されてしまったというわけです。で、まずですね、知らない方もね、多いんじゃないかなと思いますが、こちら、CATL ですね。これね、名前がめちゃくちゃ難しい。明徳時代、新能源鍵。こちらね、一般的には CATL と言われているということで、ここありますが、中国にある世界最大大手の電気自動車の電池メーカーということで、これすごいですよ。2017年には出荷量でパナソニックを抜いて、電気自動車用の電池メーカーで世界一となったと。でね、これ、電気自動車用の電池メーカーで世界ナンバーワンということで、もしかしたらね、ピンときた方、ここでいらっしゃるかもしれません。ここのアメリカの最大の取引先、イーロン・マスクのテスラなんですね。で、これに関してはですね、こちら CNN、さすがですね。ここね、テスラにバッテリーを供給している会社ですよ。テスラですよ。強調しています。これ面白いでしょ。で、現在ですね、イーロン・マスクこれに関して何か言ってるかなと思って見てみたんですが、特にね、まだ何も言っていないようですね。一方こちらね、もう皆さん説明不要かもしれませんが、テンセントホールディングスですね。中国の多国籍テクノロジーコングロマリット。株式の大半はプロサスやヴァンガード、ブラックロックなどの外国の投資家が保有しており、その実態は多国籍企業に近い。そしてね、皆さん、こちらですよ、やっぱり。売上高では世界最大級のゲーム会社であり、アプリの収益は2017年に世界一を誇る。アクティビジョン・ブリザードや UBI ソフトなどの他のゲーム会社の大株主でもある。ということでですね、このテンセントはね、幅広く株持っておりますから、UBI の保有率2番目ですよね。そして、ステラブレードとかニケのシフトアップあるでしょ。あそこもね、2番手だったと思います。で、UBI といえばですね、以前もお伝えしました。こちらね、先月の記事になりますが、UBI ソフト、テンセントによる買収協議を継続か。報道で株価は 14% 急と、苦難続きの解決なるか。ということで以前お伝えしましたが、この UBI ソフト、非常にね、現在苦境に立たされておりまして、テンセントと買収協議をしているんじゃないかという話があったんですね。それ現在も継続中なんじゃないかと言われているんですね。これってすごいですよね。もう UBI ソフト、ここまでついていないのかと。結局これね、どういう風に落ち着くのかわかりませんが、少なくともですね、このように買収の協議をしているんじゃないかと報道されていたテンセントが、アメリカに中国軍に協力しているというリストにぶち込まれてしまうというね。ということで、この UBI ソフト、自社がね、ひどい目に遭ってるというのは自業自得ですが、現在ですね、
疫病神のようになっております。で、一応ですね、この2つの企業はこのリスト入りは間違いだというように言っているようですね。テンセントは CNN への声明で、同社がこのリストに載ったことは間違いだと述べた。ここね、ミステイクだと。当社は軍事企業でも軍事供給業者でもありません。制裁や輸出規制とは異なり、このリストは当社の事業には影響を及ぼしません。それでも誤解が生じた場合は国防総省と協力して対処しますと広報担当者は述べた。ということでね、リスト入り自体が間違いなんだけど、リスト入りしたところで何も影響ないですよと、このように言っているんですね。とはいえ株価はドンと落ちましたからね、ノーダメってこともないような気がしますが、で、CATL の声明に関してはこちらね、CBS ニュースの方に掲載されておりまして、テンセントと同様に CATL もリスト入りは間違いであり、国防総省と積極的に交渉して誤った指定に対処し、会社と利害関係者の利益を守るために必要であれば法的措置を取ると主張している。CATL の株価は深センで 2.84% 下落したということで、こちらのね CATL は、場合によってはね訴訟も辞さないということになっているようですね。ちなみにですね、このリスト、こちらね CBS ニュースでは CMC リストと報じてまして、ここね CNN は 1260H リストと、このように言っているんですが、このリストには現在134社入っているということで、こちらね BBC になりますが、ここねドローンメーカーの DJI、 これも入っているんですね。これカメラやる方だったら皆さんご存知なんじゃないかなと思います。非常にクオリティの高いジンバルとかね、あとドローン、このメーカーで有名なんですが、あとこの他にファーウェイとかね、そしてこちらにあります DJI に関しては訴訟を起こしたということなんだそうです。こちら IGN も報じてますね。米国防総省はゲームスタジオの投資家でもあるテンセントを中国の軍事企業に分類しました。ということは私たちはテンセントのゲームを支援することでテロに資金を提供しているのでしょうか。彼らの言うことは間違っていません。中国共産党は中国のあらゆる活動に深く関わっています。ね、TikTok の件もありましたからね。TikTok はいつ禁止されるんですか？人々がなんで驚いているのかわかりません。中国企業は中国共産党とデータを共有したり、社内に中国共産党員を置いたりすることが義務付けられています。IGN が初めていいニュースを発表しました。こんなことは予想していませんでした。テンセントにとっては良くないね。ここでやっぱ言ってますね。UBI ソフトの没落と。一方でね、こちらにもありますが、米国政府によるもう一つの愚かな行動。ここね、白人は愚かだ。彼らは西洋よりもいいゲームを作っていることに本当に怒っている。彼らはあまりにも成功しすぎた。そして西洋のゲームはもうダメです。で、こんな感じでね、ゲームで勝てないから嫉妬してるんじゃないのと。こう言ってる人すごく多いですね。お目覚めゲームが多すぎてダメになったということですね。トランプが大統領に就任したら、これがどのようになるか楽しみだ。はい、ということで本日はですね、世界最大級のゲーム会社としても知られております、テンセントがアメリカに中国軍に協力している企業リスト入りをさせられてしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。ということで先ほどの声明ではテンセントノーダメですよと、このように言っておりましたが、現在ですね株価 7% これにより落ちてしまったようですね。今後 CATL と同様にね訴訟に乗り出すのか、このあたりを注目しておきたいところですね。そしてなんといってもですね UBI ソフトですよ。すごいでしょ。2025年ねレビューボムでスタートしたと、こういった話題見てまいりましたが、もう今やねすっかり疫病神になっていると。現在ね、買収の交渉を進めているんじゃないかと言われていたテンセントがこのようになってしまうというね、もうこの UBI ソフトの命運、すべて安家にかかっていると今言われていますから、来月どうなるのか、これも注目しておきたいところです。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。